はい、皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今回は、竹林についてお話をしていきたいと思います。後ろにある竹林なんですけど、去年からですね、ずっと片付けたり管理をし続けてきたんですね。おかげでやっとですね、ちょっと、見れるようになってきたかなという感じではあります。今までですね、ずっと竹をね、管理してきたんですけど、竹林の管理の仕方とかについてまだ話してなかったなというふうに気づきましたんで、今回は、竹林の管理についてお話をしていきたいと思います。はい、春になってですね、暖かくなってきまして、いろいろと新しいことを始めたいという方も多いかと思います。そこで提案したいのが、竹林の管理をですね、したらどうかなという提案になります。竹林をですね、管理するメリットっていろいろありまして、まず一つはですね、体を動かすんで健康的になります。はい。あくまで人力でやった場合ですけども。はい。で、二つ目はですね、成果が見えやすいんですよね。後ろにある竹林なんですけど、以前はですね、ちょっとここに出しますけど、こんな感じでした。これを時間かけてきれいにしたんですね。きれいになっていくと、やっぱり気持ちもいいですし、自分がやったことの達成感っていうのを得やすいんですね。続いてはですね、竹は管理しやすいんですね。どういうことかっていうと、竹はね、やっぱり軽いので持ち運べますし、切りやすいですし、例えば森とかでね、大きな木とか切るのって、チェーンソーとかそういう大きな工具が必要なんですね。お金もかかりますし。でも竹の場合であれば、こういうですね、竹用のノコギリがあれば簡単に切れるので、わりかしですね、お金のかからない趣味になるかと思います。続いてですね、これは一番大きなメリットかもしれないですけど、もうすぐですね、タケノコの季節なんですね。梅雨の季節、雨が多く降る季節に竹は成長しようとしますんで、だいたいその時期にですね、タケノコが生えてきます。タケノコっていうのは、竹の新しい芽なんですけども、健康な竹林からはですね、おそらく美味しいタケノコが出てくると思うので、今からやるにはちょうどいいのかなと思います。続いて、竹はですね、加工しやすいんですね。ですから、切った竹を丁寧に片付けていけば、その竹を使ってですね、いろんなものが作れたりするんですね。ですので、ただ単に片付けるだけではなくて、ある意味ね、ものを作ったりっていう、そういった趣味にも展開することができると思います。参考までに私が昨年度作ったものを紹介すると、こちらにあるのが竹の勝手橋になります。竹を組み合わせて、釘を使わず、紐だけで作った感じになります。例えばこういうものですとか、竹のテーブルですね。すごい適当ですけど、こういったものも作れますと。これでもね、あるのとないとでは大違いですし、テーブルとかをホームセンターで買ってきても、こういう自然界ではすぐにダメになるので、竹であればですね、手間はかかりますけど、お金もかからず、ダメになったら新しく作り直せばいいので、非常に経済的です。竹を加工してですね、何かするということであれば、本当はですね、真冬の時期がいいんですね。なぜかというと、竹が乾燥しているので、竹を乾燥させやすいと。竹が乾燥していると、長く使えるというのがあります。ただですね、冬の時期はね、すごい寒いんですよね。で、特に竹林はですね、日が入らないんですね、冬の時期。竹って上の方にね、葉っぱが生い茂っていて、日を遮ってしまうんで、冬場はすごい寒いです。逆にね、夏場はね、涼しいんで、作業するのはいいんですけども、タケノコとかのタイミングを考えても、今からね、片付け始めるのはちょうどいいタイミングなんじゃないかなと思います。必要な道具についてお話したいと思います。まずですね、できれば竹用のノコギリですね。これは普通にホームセンターで売ってるようなもので、多分2000円ぐらい出せば買えると思うんですね。通常のノコギリと違って、ちょっと目が細かくなってます。ですから、竹はすごい切りやすいですね。そんなに高いものではないです。はい。続いてですね、ナタですね。枝を落とす用のナタになります。これもね、このサイズであれば多分2000円ぐらいだと思うんですけども、長く使えますんで、買って損はないかなというところで、2つ合わせて、5000円もかからないと。で、こういうベルトでぶら下げれば、竹を管理するには十分ですと。ということで、比較的ですね、お金もかけずに始められる趣味なのかなと思います。あとはね、もう体力だけなので。では、竹の根っこについてちょっとお話したいと思います。今ですね、映っているのが竹の根っこになります。通常はね、地面の中にいるものなんですけど、ここは川沿いなので、うっかりと出てきてしまった竹の根になります。
この根がですね、地下を縦横無尽に張っていて、竹と竹をこれが繋いでいる感じになります。ですから、竹は木と違って、一本一本がこう自立しているわけではなくて、この根っこを通じて繋がっているんですね。どちらかというと、この根っこの方が本体で、この根っこからですね、タケノコがこう、ニョキニョキってこう出てきて、そのまま育つと大きな竹になっていくような感じです。竹はですね、地上部に出てる竹を切っても、死なないんですね。この根っこをなんとかしないと死なない感じになります。ですから非常にね、丈夫です。以前掘り返したのがあるので、こちらを使って説明したいと思います。この上に立ってるのが、いわゆる地上に出てる竹ですね。その下にこういう根っこが、細い根っこっていうのがいっぱいありますと。で、その横にですね、先ほどお見せしたような地下茎がこうありますね。この地下茎を通じて他の竹とこうつながっているような感じになります。では、地上部の竹についてお話したいと思います。竹はこうやってですね、上にまっすぐ伸びていきまして、上の方に葉っぱが生えている感じになります。葉っぱを使って光合成をして栄養を根に送ると。で、根が成長して、どんどん地中で伸びていって、また新しい竹を伸ばしてというようなこうサイクルですね。で、竹を管理していく上で知っておかないといけないことがありまして、まずですね、竹には新しい竹と古い竹があります。当然優先されるべきは新しい竹になります。新しい竹の見分け方なんですけど、新しい竹の方がね、綺麗なんですね。やっぱり若いっていうのがあって。で、色も緑色です。で、例えばですね、この竹、色がもうちょっと黄色いんで、これ古いんですね。はい。で、この中で言うと、新しい竹はですね、こいつですかね。色が全然違うのはわかると思います。当然ですけど、若い竹の方が元気なので、より成長して、より栄養を吸収できて根に送れるということで、古い竹を切って若い竹を残すということをする必要があります。竹の年齢で言うと、古い竹はこういった感じでね、穴が開いてたりして、いろんな意味でちょっと美しくないんですね。ですからこういう竹は切っていった方がいいと思います。これも古い竹なんですけど、こんな感じで穴が開いてたりと、あまり美しくないんですね。ちょっと分かりやすさのために傾いてる竹を今取ってますけど、これは去年生えてきた若い竹です。若い竹はですね、見ていただいて分かるように葉がいっぱい出てるんですね。葉がいっぱい出てると光合成をできて栄養を根に送れるという感じになります。続いて竹と竹の間隔についてお話したいと思います。竹と竹の間隔なんですけど、昔からですね、傘を差して歩けるぐらいというふうに言われています。ですから人間の幅よりちょっとね、あるぐらいの間隔が望ましいんですね。で、理由としては、やっぱり竹が上に伸びていって葉をつけた時に葉に光が当たるようにということだと思います。やっぱり間隔が狭いと細い竹にしかならないんですね。で、ここちょっと見ていただくとわかるんですけど、密集してますと。案の定やっぱりね、竹がそんなに太くならないんですね。竹林を管理する目的としては、やっぱり太い竹を増やしていくと。で、間隔を揃えていく。あと古い竹を切っていくというようなところだと思います。では今から竹の切り方についてお話したいと思います。竹を切っていく上で考えないといけないのが、どこの高さで切るかなんですね。地際で切るのか、この辺で切るか、この辺で切るかということになります。で、後々のことを考えると、地際で切った方がいいんですね。なんでかっていうと、中途半端な位置で竹が残ってると、つまずいたりですね、すねを打ったりして危ないんですね。痛い場合もありますし。ということで、本来であれば、地際で切ったら楽なんですけど、このね、低さで切るのって結構大変なんですね。ですから、私がお勧めするのは、立って切れる位置。はい。この辺で一回切って、とりあえず、竹を切って動かして、後で落ち着いて切るというやり方をお勧めしてます。というのはですね、ここで切ったとしても、この上に竹が乗ってるんで、結構ね、切りづらいんですね。上に重心があるので。で、ここで切っていくと、どんどん竹の重みで、このノコギリが挟まって切りづらくなります。ですから、よっぽど力がある人じゃないと、一回でね、こっちから切ってこっちまでいけないんですね。何回か分けて切る必要があります。と
いうことで、この低さでそれやるのって結構大変なんですね。ですから、おすすめとしては、立って切れる位置で1回切るということをお勧めします。竹を切る前に、この竹がですね、どちらに傾いているかというのを確認します。切っていく上で、この竹であれば右側に傾いていくんですね。ですから、この場合、右からね、切り出してしまうと、どんどん竹が覆いかぶさって刃を挟んでくるんですね。そうすると切りづらくなりますんで、正解は左から切ることになります。はい。では、今から実際に切っていきたいと思います。先ほどね、写したように、この竹はね、向こうに傾いているんですね。ですから、反対側、こっち側から切っていきたいと思います。ただですね、こっちから切る前に、一回こっちからね、切り込みを入れておきたいと思います。というのは、こっからこう切って進めていくと、向こうに傾いていくんで、今度こっちが切りづらくなるんですね。ですから先にちょっと切っておくと、後が楽になるので。はい、ちょっと切り込みを入れました。はい。はい、で、切るときはですね、竹はね、そんなに硬くないんで、切りやすいんですけど、竹がこう傾いてきて、これが挟まると切りづらくなるので、片方の腕でちょっと竹をね、傾けながらというのを意識した方がいいと思います。で、倒す前に、もう倒れると思うんですけど、はい。で、倒す前に周りに人がいないかどうかを確認します。これがね、人に向かって倒れたら危ないですし、で、今で言うと私今カメラで撮ってんで、間違ってもカメラの方に倒れないように注意する必要があります。はい。一応こっちに倒すつもりですね。はい。はい。無事切れました。はい。で、これをね、どうやって倒すかなんですけど、おすすめなのは、担ぎます。こうやって。で、倒したい方向と反対側にこう歩いていくと、ちょっとうまく取れたかわかんないですけど、倒れますと。はい。担いで歩くっていう感じですね。この場合も人がいないことを確認してと。切り口はこんな感じですね。はい。先ほどはですね、切りやすさを重視して、この高さでやったんですけど、この高さでは、放置しないようにします。今回は、竹林の管理ということで、竹をね、撲滅させたりという目的ではないので、この高さはね、あんまり良くないんですね。っていうのが、別の動画でも紹介してるんですけど、いわゆる1メートル切りと言われているもので、この高さで切ってしまうと、竹がですね、栄養を送り続けちゃうんですね。上にもっと竹があると思って。なので、このままに放置してしまうと、竹の根をね、栄養を奪ってしまいますと。一回はこの高さで切りましたけど、もっと低く切っていく必要がありますと。あと、気をつけないといけないのが、今、わりかしこう平らに切ったんですけど、倒しやすさとか考えるとですね、斜めに切った方が楽だったりもするんですね。ちょっと今やってみますけど、今斜めなのがわかるかと思います。このままですね、放置するのはね、良くないんですね。一言で言うと危険です。なんかの間違いでね、人が上に倒れたら刺さっちゃうんですよね。ほとんど罠というかですね、そういう危険なものになっちゃいますので、こういった形で切ったとしても放置するのはやめましょう。で、続いてですね、よくあるのが、ね、この辺の高さで切る場合ですね。で、この辺の高さって、しゃがみながらでも切りやすいんで、わりかしこういう風にやっちゃうんですけど、このまま放置するのも良くないです。なんでかっていうと、こう歩いてて、すねに当たるんですね。だから、非常に危ないです。一本切ったばっかりだと、あそこにあるってわかるんですけど、いろんな作業しながら運搬したり、掘ったりとか、運んだりとかしてると、ね、ついつい気づかないでここにガーンってぶつかって、すごい辛い思いをします。なので、やっぱり竹を切ったらですね、その場で、地際で、こうやって、切りましょう。はい。結構大変ですけど、それでも、もともとこうね、高い竹があったのを、
ここで切るのよりは大変楽だと思います。ちょっと手間かかりますけど、これが実は一番楽なんじゃないかなと思います。続いてですね、枝落としですね。これ先ほど切った竹なんですけど、古い竹なんで、あんまり枝がないですけど、葉っぱもないですけども。はい。で、竹はですね、切ったらすぐにこの枝を落としましょう。なんでかっていうと、竹って切ったと同時にもう水が送られてこないんで、どんどん乾燥していくんですね。で、乾燥するとどんどん硬くなっていきますと。で、硬くなると、これをね、切るのがもっと大変になってくるので、はい。一番のベストのタイミングは切ったらすぐですね。で、その時に、このナタを使いますと。はい。で、ナタはね、刃物なんで、危ないんですね。だから集中してやる必要があります。これもね、いろいろやり方あると思うんですけど、綺麗に取ろうと思うとかなり難しいです。はい。でも職人さんとかね、園芸屋さんじゃなければ、とりあえず落とせればいいと思うので、はい。あんまりそこまで気にしなくてもいいかなと思います。私がやってるのは、こう滑らす感じですね。ずーっと。はい。これが力もいらないですし、わりかし安全なのかなと思います。はい。こういう感じですね。はい。ちょっとうまくいってないですけど。で、ここ、あんまり見苦しいですけど、とりあえず、枝を落とすことが目的なんで、とりあえずこれで良しとします。はい。これでは商品にはならないですけど、商品は別にしないので、はい。ちょっとこの竹は硬いんで大変ですね。あんまりうまくいってないですけど。はい。はい。なんとか無事落とせました。ちょっとね、こいつは難しいやつです。はい。これだけ太いやつだったら、どこで切ってもいいですね。はい。これはちょっと別の竹ですけど、枝を払っていきたいと思います。この竹もちょっと古くて硬いんで、ナタで切るの大変ですけど。で、できればですね、この竹、上がもうダメになってるんですけど、綺麗なまっすぐなところまで、ちょっとわかるかな。綺麗なまっすぐなところで切っといた方が、後々使い道があると思います。ここで言うと、ここから曲がってしまってるので、ここで切ります。はい。こういった形で、わりかしまっすぐな竹が取れましたんで、これだとですね、後でなんか使い道が出てくるんですね。で、私は奥の方にですね、こういった竹棚を用意してまして、切った竹、まっすぐな部分だけをここに積むようにしてます。では、ちょっと先ほど切った竹を持ってきます。こういうですね、竹の棚を
作るメリットは、いくつかありまして、まず一つがですね、使いやすくなるんですね。もうすでに切ってあって、まっすぐな竹が、積んであれば、必要な時にね、その太さで選んで、それを使うことができますということで、将来的になんかね、こう作りたい時に、ここから使えるんですね。っていうのがありますと。二つ目としては、こういった竹棚はね、ちょっと地面から浮くように作ってあるんですね。地面に接してないんで、竹が乾燥しやすくなりますと。地面に接してしまうと、地面に転がしておいてしまうと、竹が腐りやすくなるんですね。地面にね、触れていると、地中の水分をこう吸ってしまって、竹がどんどん腐りやすくなってきますと。で、腐らせるっていう目的であれば、それでいいと思うんですけど、竹の上に竹が重なると、下は腐るけど上が腐らないってことになって、場所も取りますし、見た目も悪いので、こういった竹棚を用意した方がいいかなと思います。これが、地面に転がしといた竹ですね。見ていただいてわかるように、ちょっと腐り始めています。このまま置いとけばね、いつかは土に帰るんですけど、結構時間がかかるのと、見た目が悪いんですね。ですから、まとめといた方がいいのかなと思います。で、先ほど切ったですね、葉っぱの処理なんですけれども、こうやって地面に置いとけば、そのうち土に帰ります。例えばですけど、こうやって束ねたりするとですね、京都の嵐山であるような、こういう目隠しというか壁とかですね、そういうのを作ったりすることもできます。一本一本拾っていくのはね、結構大変なんで、試しにやってみたんですけど、4つぐらい作って、止まっちゃってます。ほうきの原理もね、これなんですね。これで。はい。買った方が安いとは思いますけど。目隠しとしてのね、機能はあってもいいのかなと。風よけにもなりますし。続いて、処分場の確保ですね。ここはですね、一番奥の方で、おそらく何も使わないだろうという場所になります。竹を切ったら、綺麗な竹はね、先ほどみたいに積んで使えるかなってとこなんですけど、古かったり、もう傷んでたりする竹はもうこっちに運んで積んでありますと。ここのね、見た目は悪いですけど、特に使う予定もないところなので、こういう処分場があればですね、そこに運んで置いとくだけなんで、実際はね、楽だと思います。効率的というか。機械を使ってね、パウダーにするとか、そういう手もあるんでしょうけど、機械も安くないですし、運ぶ手間とか、ね、ガソリンを買って入れたりとかですね、いろんな手間が出てくると思うので、こうやって積んどけば、そのうち朽ち果てますんで、こういう処分場を作るのはおすすめになります。こういう古い竹で、細い竹で、枝がある場合ですね、これをね、切るの結構大変なんですよね。柔らかい、しなる割には硬いっていうことで。ですので、あんまりこういう古くて細いやつはもうね、積んじゃってます。枝を落としていくと大変なので、手を抜くところは抜いてもいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。竹の管理でですね、基本的なことをお話しさせていただきました。放置された竹林の場合ですね、それをきれいにしていくってすごい大変なんですね。すごい労力も必要ですし、時間もかかると思います。ですので、一日でね、なんとかしようとか、そう思わないで、一日少しずつやっていくと。いうことであれば続くんじゃないかなと思います。無理して一気にやろうとすると、ね、すごい疲れたり、怪我したりとか、そういうことになってしまうんで、また遠のいてしまうと思うんですね。ですから、健康のためにと思ってですね、できるだけ竹林に通ってちょっとずつやっていくと、ちょっとずつきれいにしていくと、ね、変わっていく竹林をこう見ていくというようなね、楽しみ方、付き合い方ができたらいいんじゃないかなと思います。おすすめなのはですね、別の動画でも話したんですけど、今ね、スマホとかで写真撮れるので、作業前と作業後を撮ってですね、それをインスタグラムとかに上げていくと、後で見返してね、達成感も出ますし、また次も綺麗にしようとか、はい。移り変わる竹林のこう写真を撮っていくことでですね、なんかこうね、面白い日記にもなっていくのかなと。私もですね、インスタグラムを4年ぐらい前にやってて、できるだけいい絵を撮ろうと、いい写真を撮ろうと、日々、畑に通って、頑張ってきたんですね。
それがいつの間にかですね、動画配信につながっていったんですけども、そういうことで、竹林だけをね、黙々と切っていったら、多分ね、つまんなくなっちゃうと思うんで、そういうね、写真の趣味を加えてみたりとか、写真をこうね、ネットに出して、インスタグラムに出して、こう人に見てもらうとか、で、それを見た人とつながっていったりとかですね、そういう楽しみもあると思うんですね。ですからどういった形でもいいので、まず一歩を踏み出してみたらどうかなという提案になります。はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。